ほい、どうもこんです。ということで、今回は来週モダンホライゾン3がリリースされますので、新カードを採用したタイムレスのデッキを紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらのドレッジですね。モダンホライゾン3によってかなり強化されていて、より強力なデッキになりました。ドレッジはとにかくライブラリーを墓地に落としまくって、秘蔵保護体を大量に場に戻すというデッキなのですが、今まで採用されていた強血鬼やナルコ名馬の他にも強化パーツが登場しています。新たにレアにしやすいクリーチャーとしてコソコソサクサクが登場していて、2マナ21飛行という生物なのですが、1ターンに3枚カードを引くと場に戻ってくるので、タイムレスにおいては渦巻く知識一発で戻ってきますね。さらにレガシーのドレッジでも使われているセファリットの円形競技場が再録によりモダンリーガルとなっているので、こちらでも容易に3枚カードを引くことができます。またピッチカウンタースペルとして拒絶の先行が登場したのですが、先行のコストとしてナルコ名馬やコソコソサクサクが使えるのがドレッジにおける利点となっています。2マナインチャントの不死のさざ波も強力なカードで、毎ターン3枚切削ができる上、欲しいカードが落ちた場合はコストを払うことで回収ができるので、ドレッジとしてはまさに欲しかったカードかなと思います。今回はお試し枠として蘇る悪夢も採用していて、このデッキだと2マナで何でもリアにすることができるので、統合体をさらに場に戻しやすくなっていますね。はい。ということで今回はアーリーアクセスで収録されていますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、こちら先手。しっかりとテーマ内気合って、でライブラリーを掘る手段として、不死のさざ波があるということで、キープしていいハンドかなと思います。で、手札にある保護体に関しては、ブレインストームによって、ライブラリーに戻してからさざ波で落とすという、形も取ることができますね。さあ、相手も7枚キープ。とりあえず、ブレインストームを、構えていくと。さあ、相手は白黒フェッチから、ここは沼を持ってくる。ハンデスから来そうな感じですかね、これは。ハンデスされた場合は、ブレインストーム使って、カードを隠していきたい、感じではありますね。一応現状、不死のさざ波だけは絶対にね、手札に欲しいカードということで、はい、悲嘆ですね。さて、ということで、これは、能力スタックで、ブレインストーム使っていきましょう。はい。もう一回ブレインストームを引いてくる。さざ波は絶対、ライブラリトップに置きたくて、で、このハンドだとブレインストームを戻したい感じもありますね。トップがさざ波で、2枚目がブレインストームかな。できれば、保護体をね、墓地に落としてほしいんですが、さすがにそういうわけにはいかず、サクサクか、悪夢のどっちかを落としてくるかなと。ここは悪夢を落としていく。ということで、とりあえず、隠していたさざ波を出していきましょう。さあ、これで毎ターン、3枚切削ができるということで、強血鬼か、ナルコメーバーを落としていきたいですね。で、その前に、ブレインストームで保護体を、ライブラリにね、戻していかないといけないんですが、とりあえず、能力誘発させていきましょう。さあ、3枚切削。先行落ちましたね。先行はさすがに拾いますかね、これは。このターンは先行拾って、で、ブレインストーム構えでいいかなと。このターンにその、保護体をわざわざ素出しするまでもないということで、とりあえず、青黒ランドを持ってきてから、あれか、サクサク素出ししておきますか。安全に行きたいのであれば、ブレインストーム構えでもいいんですけど、ただサクサクを出しておくことによって、先行を、ピッチで打つことができるので、相手フィリア。
殴るたびにパーマネントブリンクっていうカードですね。これはまあ別に通してもいいかな。相手は白黒ブリンク。まあ悲嘆も入ってるんで、悲嘆とかをまあブリンクしたいっていうデッキですね。まあ分回ったらやばそう。さあ、相手フィギュア出してからのまあブリンク先が出てくるのかどうか。弓使い。弓使いは、ブレインストームを使う都合上、まあカウンターしておきたいですね。まあ弓使いをブリンクされても結構めんどくさいということで、相手はアブザンカラーの、ブリンクデッキですね。うん。フィリアはなんていうか、瞬足がついてるのがめちゃくちゃ偉いですね。さあ、ということでドローして、これ一旦打ちそうですね。うん。ブレインストーム打って、まあ、とりあえず保護体はもう戻しちゃっていいんで、さあ何が引けるか。なるほど。まあ保護体を2枚戻して、で、ブレインストームを打ったということで、サクサクが戻ってくると。で、不死のさざ波によって、このデッキトップに戻した保護体は墓地に落ちていくので、まあ、サクサクが場に戻ったことによって、強血鬼も落ちていきますね。これは、だいぶ強い動き。さあ、土地を出して、強血鬼が墓地から戻ってくる。で、クリーチャーが墓地から戻ってきているので、保護体もね、タップ状態で、終了ステップに戻ってきますね。まあ結構いい動きができているのではないかなと。さあ、4ターン目。この盤面ですね。で、ドレッジの強いところは、このクリーチャーが対処されても、全部ね、普通に場に戻ってくるんで、まあ、墓地対策であったり、まあ、全体追放、まあ、そういうスペルがない限りは、まあ、一気にね、攻め込んでいくことができますね。さて、まあ、ただ、こっちもね、ライフが8ということで、なんとか、まあ、攻め切られる前に、しっかりとライフを削り切っていきたいですが、さあ、一旦強血鬼をブリンクしていく。うん。まあ、相手のパーマネントもブリンクできるということで、結構面白いですよね。さて、まあ、これで、強血鬼。うん。まあ、基本的に、あんまり欲しいカードはね、ないんで、まあ、カウンターとか、あとは、蘇りですね。が落ちたら、まあ、拾っていきたいっていう感じではありますが。さあ、まあ、一応ブロッカーを残して、殴っていきますか。さあ、3体でアタック。まあ、相手が4マナ構えてるのがちょっと怖いですが。さあ、8点。とりあえず通っていく。で、まあ、強血鬼は、手札のままで OK ですね。これは除去かな？うん。まあ、ただ相手、弓使いが入ってたんで、ブレインストームをね、ちょっと打ちづらいっていうのもありますが、うん。まあ、ただ全体除去とかがない限りは、だいぶこっちが有利な、場面ではあるかなと。さあ、まあ、悲嘆とか来ても全然 OK な盤面ということで、構えてくる。これは、ここで投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。後手ではありますが、まあ、割とバランスは良さそうなハンドですね。最低青白。相棒がカヒーラで、重宝ランドということで、まあ、コントロールの匂いがちょっとしますが、さあ、ここは一旦構えていきましょう。相手フルコンですね。フルコンということは、まあ、コントロール数がすごい。さあ、まずは異世界の業者を打っていく。はい。これは、カウンターだけもらっていきましょう。まあ、ライブラリから墓地に、落とすことによって、ナルコメーバは、まあ、勝手にね、場に戻ってくると。で、ナルコメーバがいる状況だと、まあ、先行が、ペッチでね、打てるということで、さあ、強血鬼も戻しまして、まあ、とりあえず殴っていきましょう。
まあカウンターあるので、さざ波も出していきましょう。まあおそらく相手も、ただこれ通っていく。さあ、これフェッチを切る。まあめちゃくちゃコントロールっぽいですが、まあ全体追放が入ってるのかどうかですね。全体追放だけは、まあカウンターしていきたいっていう感じではありますが、はい、マントコントロールですね、これは。さあ、カヒーラを戻していく。うん。さあ、3枚。ただクリーチャーは落ちず。クリーチャーは落ちなかったですが、まあ、円形競技場はもらっていっても OK かなと。まあ、基本的にこのカード、3ドローになっていくんで。さあ、サクサクを出しまして、止まってくる。これあれかな。フルコンじゃなくて、まあ、ピッチ系の何かを持ってる可能性は結構ありますね。さあ、3点アタック。なるほど。さあ、モダンホラー3に再録された孤独ですね。まあ、強血鬼を追放していくと。まあ、追放系のスペルはね、ドレッジに対してかなり有効ということで。からの一つの指輪。これはカウンターしたいですね。サクサクの方をサクっていきましょう。まあまあまあ、サクサクをサクっていくと。さて、ここも土地。はい、いいですね。強血鬼落ちて、で、ナルコメイバーも落ちてるんで、まあ、あとは縫合体が落ちてくれればっていう感じではありますが、一旦、供給者出しまして、縫合体は落ちず、まあ、ただ結構、いい感じの周りではありますね。まあ、さらに縫合体がね、落ちてたら、もっとね、三々がどんどんと並んでいくっていう形になっていくんですが、さあ、まあもう一枚カウンターあるので、まああと2ターンぐらいでは決めていきたいっていう感じではありますね。さあ一旦悪夢出して、止まってきてるんで、相手はおそらく、まあ、また孤独とか、まあそういうカードを持ってる可能性はね、ありますね。さあ、供給者をサクって、まあ能力で供給者をリアリメイト。なるコメーバー。悪くはないんだが、縫合体落ちましたね。まあ基本的にね、コントロールに対しては、ドレッジはかなり強いんで、さあ、指輪、カウンターですね。いや、先行強いな、やっぱり。ピッチカウンターはね、はい、さすがに投了ですね。ずいずい。さあ、やっていきます。こちら後手。悪くはないですね。まあ、一旦目供給者から、さざ波。さあ、相手青黒から、死滅都市の探索。これは、相手リアニメートですかね。さあ、まずは、青黒からの供給者を出していきましょう。まあ、サクサクが落ちたので、まあ、ブレインストームで、場に戻すことはできますね。さて、はい。上陸でカウンターが乗って、で、コストが6マナなんですけど、まあ、カウンターの分、コストが軽くなっていくっていうリアニの、エンチャントですね。さあ、フェッチランドで、まあ、さらに土地を出すことによって、まあ、さらにコストが軽くなっていくと。まあ、リアニメートデッキで使われそうなカードですね。さて、相手も供給者。まあ、一旦さざ波出していくんですが、ちょっと殴りたくないですね。まあ、相手にもね、そのライブラリーを掘らせてしまうんで、相手これすでに3マナで、何でもリアニメートできる状態ですね。まあ確かにフェッチがある環境だと、リアニが、スピードが速いですね、これ。で、別に今やらなくてもいいんで、まあ後々その1マナでリアニメートとかもできますね。
さあ、保護体ナルコメーバー。悪くはない。まあ、ナルコメーバーと、セットで落ちたんで、保護体も戻ってきますね。相手はクリーチャーは落ちず。はい。さあ、フェッチ切って、これでカウンターが4つ。さらに、チャオホーランド。相手のデッキも多分、ネザーゴイフ出てくる。なるほど、そっちのタイプか。からの囲い。囲いは、これはどれね、抜くかな。ブレインストームかさざ波ですね。うん。さあ、保護体戻ってきますが、ただ、ドローまで行きますかね。さあ、3枚落として、悪くはない落ち方ですね。まあ、どっちもこれ戻ってくるんで、ただ、ネザーゴイフがでかいため、こっちは殴れない状況。まあ、横並びをさせながら、まあ、ワンパン、ツーパンで削れる状況っていうのを作っていく必要がありますね。ということで、一旦ブレスト打ちますか。はい。サクサクと、ナルコメーバは落としたいので、ナルコはとりあえず積む。まあ、異世界の業種まで使っていくのかどうかですよね。まあ、とりあえずナルコは置いて、で、まあ、異世界の業種で、まあ、落としていくっていう形でいいかなと。うん。まあ、とりあえず落とすか。はい。ナルコ、供給者。うん。まあ、相手が多分、横並び系のレア2じゃないんで、まあ、なんとかなりそうかな。ネザーワイフは多分相手もう殴れないと思うんで、さあ、強血機も戻ってくる。まあ、2パンで多分、いけますね。さあ、もうこのシミストスの探索は、1マナでね、相手リアにできるっていう状況ではありますが、さらに土地。うん。お、いいですね。さあ、これは先行もらっていきましょう。まあ多分これカウンターもう構えていたら勝てるんで。さあ、ということで、まあフルパンでもいいですが、一応ブロッカー立てるか。さあ、相手、手札光っていたので何かしら持っていそうではありますが、さあ、飛行で、とりあえず6点は入っていく。まあ、あとはカウンター構え、カウンター構えですね。うん。さざ波。うん。まあ、殴ってれば勝てる状況なんで、まあ、業種は使っていきますか。ここでプッシュ。はい。これはいい。いや、相手ハンド1枚か。ハンド1なら、いや、でもあんま変わらんな。まあ、結局クリーチャーを避ける必要があるんで、まあ、打点が1点変わるだけですね。さあ、年出して、強血付が、さらに戻ってくる。で、保護体も誘発して、まあ、円形競技場で3ドロもしていくと。これでサクサクが、まあ、また戻ってくるんで。うん。いや、強いね。もう何回でもね、クリーチャー、場に戻ってくるということで。さて。まあ、さすがに、相手のハンドが除去だったとしても、まあ、足りてそうですね。さあ、さらに強血キー。いや、いいね。で、さらに保護体も、誘発していく。まあ、仮にこのターンしのがれたとしても、全然余裕でいける状況ですね。さあ、一気に削り切っていくと。OK。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。
それでは、またね。